お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、戦前官庁の中でも、大蔵省や内務省ほど羽振りを利かせた省庁ではなく、また、陸軍省や海軍省ほど権力と物資を集めた省庁ではないものの、日本の近代化に重要な役割を果たした組織、鉄道省を開設する。そして鉄道省を語る上で外せない、幻となった東京から京都間の鉄道である、中山道幹線の話を中心にしていこう。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。東海道じゃなくて中山道に鉄道を作る予定だったの。日本が初めて幹線として敷設を決定した東京から京都に至る鉄道に関し、その鉄道を東海道に敷設するのか、それとも中山道に敷設するのかで明治政府は大いに揺れたが、東海道の海岸線から敵軍に鉄道が攻撃される事態を憂いた帝国陸軍の意向もあり、明治政府は一旦中山道幹線の鉄道敷設工事を決断した。しかし、工事に着手したのにやっぱり東海道の方が合理的じゃないか、という勢力が政府内や技師の間で盛り返し、鉄道省の前身である鉄道局の井上勝局長は再び迷走し始める。どういう経緯でそういう迷走が始まったの？原口要という鉄道技師がいるんだが、原口技師はかねてから点検を切り開かねばならない中山道に鉄道を敷設することに疑問を持っており、むしろ人口が密集して比較的平坦な土地である東海道に鉄道を敷設すべきという考えの持ち主だった。そこで原口技師は、まずは中山道の測量を遂行して工事の困難性を立証できる資料を収集した後に、今度は東海道の鉄道敷設の可能性を基礎づけるため、横浜から小田原、そして箱根の調査を開始した。調査の結果はどんなだったの？原口技師は箱根の住民から、御殿場を経て三島に出るのに勾配の緩やかな道があると聞き、実際に調査してみると、箱根の当該道は工事が容易な道であることが判明した。これらの調査結果を引っ提げ、原口技師は東京に急ぎ戻り、鉄道局長の井上勝に対し、箱根の件は恐るるに足らずと報告した。そして、原口技師はさらに調査の足を伸ばし、工事が難航すると予想された富士川、大井川、天竜川、浜名湖などを調査し、箱根以外は概ね平坦線で鉄道を敷設できるという調査結果をまとめ、改めて井上鉄道局長に調査結果を報告した。井上鉄道局長は、この原口技師の調査報告により、決心変更を決断、中山道鉄道敷設案を放棄し、東海道鉄道敷設案を内心で支持することとなった。でもその間も中山道の鉄道工事は進んでるんでしょ？東京側からの工事、そして京都側からの工事が着々と遂行されていた。しかし、ある意味では予想通りだったが、点検を切り開く中山道の工事は、建設資材の輸送が著しく困難という問題もあり、着実に工期の遅延を重ねていた。この状況も踏まえ、井上鉄道局長は、内閣に対し、このまま中山道鉄道敷設案を推し進めれば、予算を無駄に費やし続けることになるため、より利益の上がる鉄道、例えば横浜から小田原に至る鉄道等を敷設すべきと上申した。内閣はその上申を認めたの？内閣は、井上鉄道局長の上申に対し、中山道鉄道敷設案の早期完工が原則であるから、他の路線工事に着手するのは得策ではないと原則論を展開し、井上鉄道局長の提案を排斥するかと思いきや、ひっそりと例外的な抜け道を適示した。例外的な抜け道ってどんな例外？中山道の土地が県南等の理由で鉄道敷設あたわざるときは、その理由を明らかにすることで路線を改めても良いとする。事実上、東海道鉄道敷設案を支持するお達しを内閣は井上鉄道局長に出した。回りくどい。このお達しを錦の御旗に、井上鉄道局長は中山道の鉄道敷設困難性及び東海道の鉄道敷設容易性に対する調査の陣容を拡充し、当初は防衛の観点から中山道鉄道敷設案を推していた陸軍の巨頭、山形有朋からもなんとか了承を取り付けた。これらの地ならしを経て、井上鉄道局長は、改めて鉄道局の属する内閣に対し、上申書を出した。
どんな上申書を出したの？中山道に莫大な公費と多年にわたる工期を費やして鉄道を敷設したとしても、その線路は曲折が多く傾斜も急なので鉄道の発揮できる速力は低く、東京から名古屋間の所要時間は約19時間に及んでしまう。対して、東海道鉄道敷設案であれば、中山道よりも鉄道の距離を短縮でき、箱根等を除けば概ね平坦にして、工事の容易性は明らかで、工費も工期も節約できると主張した。この上申は閣議で可決、天皇陛下への上奏と採火を経て、正式に中山道鉄道敷設案に代わって東海道鉄道敷設案が躍り出て、政府がこれを推進することとなった。明治らしいといえば明治らしい思い切った変更だよね。井上勝率いる鉄道局は速やかに東海道鉄道敷設工事に着工し、大急ぎで敷設を進め、約3年で東海道線を全通させた。なんでそんなに急いだの？第1回帝国議会の開催が迫っていたんだ。現代でもオリンピックに間に合わせるためにインフラの工事を進める例があるが、この時も、西欧列強に日本の近代化を示す意味もあった帝国議会の開催に先立ち、敷設した鉄道を活用して、帝国議会の議員らを鉄道に乗せて走らせるということが可能となった。東京から京都間はだいぶ短くなったのかな？徳川幕府の時代、江戸から大阪まで大名行列が19日間を費やして移動していたが、東海道線が開通したことで、東京から京都は11時間2分、東京から大阪は11時間55分となった。東海道線の開通により日本における官営及び民営の鉄道路線は1000マイルを超えることとなった。1000マイルってキロメートルでどれくらいなの？1600キロメートルを超える距離だ。この1000マイル到達を記念して、全国の鉄道会社の主催により、局長である井上勝をはじめとする鉄道局の面々を慰労するという懇親会が名古屋で開催された。出席したのは、日本鉄道株式会社の代表取締役、同じく山陽、関西、讃岐、水戸等の各鉄道会社、鉄道局の役人たちが集結した。この懇親会では、日本鉄道会社の代表が冒頭、日本の鉄道が全国津々浦々の1000マイルに到達したのは、井上鉄道局長らによる初版監督のよろしきを得た結果であると称賛した。監督官庁には色々と気を使う懇親会だったのかもしれないね。この祝辞に対し井上鉄道局長は、祝辞に応えつつ、しかし、現時点での日本の鉄道は、欧州どころか南アフリカやインドにも劣後する誕生したばかりの鉄道であると釘を刺した上で、もっとも、最初はみんなそうなので、今日の1000マイルの祝賀は、将来の2000マイル、3000マイルへの改定であると鼓舞した。鉄道1000マイルで良いことばかりだったの？もちろん鉄道敷設を喜ぶ人ばかりではなく、鉄道が発達することで、石炭業や製紙業など交流する産業もあれば、東海道で商売をしていた宿場、車夫業は衰退し、さらに、海運業は大打撃を受けた。なんで海運業が打撃を受けたの？激しい競争を経て郵便汽船三菱会社と共同運輸会社とが合併することで誕生した日本郵船は、横浜と神戸をつなぐ海運路線をドル箱路線として稼いでいたが、陸地でほぼ並行する東海道に鉄道が誕生したことで、わかりやすく乗客を奪われた。鳴り物入りの鉄道敷設事業だから、東海道に鉄道ができることは日本郵船も知ってたと思うけど、何も対抗策を取らなかったの？この点につき日本郵船は強気な手を打っており、当時は最新鋭かつ高級だった鉄鋼船2隻をあえてイギリスに発注して輸送能力の増強を図った。しかし、日本郵船の旅客輸送による運賃収入は東海道にできた鉄道の影響をもろに食い、前年比で 50% を超える運賃収入が消し飛んだそうだ。日本郵船は倒産を回避すべく、高い報酬がベースの外国人船長の各種と日本人船長の採用、燃料費の節約、その他経費の節約など大わらわだった。それでも諦めない日本郵船は、東海道の鉄道に対抗すべく、運賃の引き下げで対抗したが、結局先客の輸送による運賃収入は元に戻ることはなく、他方で好調だった海運による貨物輸送に注力していくことになる。さて、中山道幹線の話をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。
メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、日本陸軍、青年将校の苦しい家計事情、東条英機、総理大臣に指名さる対米開戦編、兵卒の教育に苦悩する陸軍将校たち、大本営情報参謀掘り映像、マッカーサーとの対決、陸軍の諜報謀略秘密資金、機密費、電撃陸軍大臣と呼ばれた男、東条英機、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸渡洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人宰相桂太郎、などです。直近の動画は、昇進の停滞と低廉な俸給に苦悩しながらも家族を養う青年将校の家計の実情に迫り、陸軍の中堅軍人が青年将校の苦しい家計を救済すべく青年将校に対する俸給の抜本的改善案を立案するが、頭の固い陸軍首脳部により当該改善案が葬り去られる過程を解説しております。将軍らには体感的にわからない問題だったのかもしれないが、あらゆる理由を立てて改善案を批判する将軍らの会議の様子は現代でも示唆に富む。他にも、電撃陸軍大臣と異名されるほどの手腕を見せた東条英機が、対米開戦の是非をめぐる混迷で近衛文麿内閣が総辞職したタイミングで、陸軍を投与できる新たな辣腕として総理大臣に指名され、皇室に対する忠誠心に燃える東条英機が家中の栗を拾い、対米開戦するか否かの難しい舵取りに奔走する東条英機の姿を解説した動画もございます。東条大将と海軍との駆け引きはもはや政治劇だね。他の動画では、大日本帝国陸軍において徴兵制によりあらゆる国民階層の兵卒たちが軍隊に集結し、この兵卒たちは教育レベルがバラバラであるにもかかわらず、どうやって統一的な軍人精神を教え込むのか、皇室に対する忠誠心というややもすれば観念論となる理念をどうやって理解してもらうのか、陸軍将校たちがあらゆる方法を試行錯誤して苦悩しもがく様子を解説しております。兵卒教育はビンタだけじゃなかったんだね。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。